ピケラドテジョンです。今回はね、ナビ VS COC アベンジャーズというクランとの対戦です。多分大会の決勝戦になってると思ってて、BO2 になりますね。そのうちの初戦になっています。早速やっていきましょう。はい、というわけでやっていきましょう。ハードモードですね。先行対戦相手の方からドラゴンラッシュ。まあ、中華系の名前ですね。ジャイアントアロー。まあ、おそらく反対サイドの対空砲まで狙っていきたかったものだと思うんですが、ここは失敗していきます。で、キングクイーンをね、ボールブレーカー入れて、スケルトンも使ってって感じなんですけど、キングが捕まってるんですが、ここはフリーズかけるね、しっかり見えてるね。で、ボマー型ですね。スーパーバーバリアンの外周カットしていくことで、ドラゴン系もしっかり内側に入るようにやりつつ、スケルトンを置いてロイちゃん展開非常にいいかな。さあ真ん中にはフリーズレイジを置いていきます。タウンホールの方もしっかりターゲットして落としきりそう。で、これ非常にいい流れで、キングだけ内側。クイーンは外側。そして援軍処理もめっちゃいいタイミングでストライカー打ってくれる。キングがこれはフェニックスじゃなかったので、援軍のターゲットは取り続けることはできなかった。まあ、ドラゴンラッシュ結構ね、オーデンにフェニックス入れる選択肢めちゃくちゃありだからな。スーパードラゴンとかライドラとかも。ファーストアタック対戦相手は全開スタートです。ナイス。ナビの方はジーマがファーストアタック。ルートライダーラッシュ。12時キングクイーンウォールブレーカー、3時10日弊社。ジャンプをキングのために打っていって、ルートライダー発進、レッツゴー。ロイちゃんまで入れていきました。トームの準備ですね。ストライカー飛ばしたので、一気にトームをかけて、ストライカー届けていきます。外周ペッカがこれロイちゃんに反応して内側入っちゃったな。外周行ってほしかったな。キングの方は溶けてるんですけど、クイーンは黒くでヒーラー生み出し。オーバーグロータウンホールの方へ。さあ、キングと当たるとここはストライカー当てていきます。2体ほど。しっかりここはキングの処理を簡単にやって、中心部オーバーグローとかもそろそろ解けるんで、フリーズ打ってロイちゃんは能力発動。クイーンもタウンホール打てる状況きた。もう一度フリーズ。いい全開っすね、これも。ハードモードなんですけど。おや、ハードテスラがあります。なかなか珍しきもの。ハードモードでも置くんやね。あれかもね。12時10日弊社とかにぶっ刺さるテスラのつもりなのかもしれないけど、10日弊社って意外とテスラ見て、生えてからユニット出せるからな。そんな早くないから。さあ、ライドラ展開のライドラッシュ真ん中通していくつもりかなと思います。チェインが結構入りますね、ここ。クイーンもね、外側のサポート入れて、黒く打たせるのは強い。いやー、打たせないんだ。流れたライドラにレイジフリーズをかけたいところ、タウンホール向かったライドラもレイジフリーズをかけて、ここは呪文はつかない。まあ無理と。両サイドタンクしなきゃいけなかったんで、フリーズかけても無駄だと判断した形かなと思います。これスケルトンの使いどころがむずいっすね。ここでフリーズ打つの？全員入っていく。
それを見てロイちゃん展開していきます。クイーンクローク、ヒーラー生み出し。スケルトンの呪文でターゲットブラシ。援軍残ってんのかー。きつー。その援軍絶望だね。ロイヤルチャンピオンはアイゴリに捕まります。ストライカーもないのか。絶望だね。2ヒーロー終了。カズマくん、これはファイヤーボールかな？ファイヤーボール編成。インビジブル使ってファイヤーボールドッカン。カズマくんも最近結構使うようになりましたね、ファイヤーボール。その跡地からクイーンを展開して、ウォーデンを引っ張ると。テスラも入りましたね。で、これは多分クランジョーにも当たるし、援軍潰せるっしょ理論で、ポイズン持ってきてないっすね。ちょっとこれはそこがしんどいかもしれない。で、ヒーローのためにジャンプを使っていくと。ロケバルでここテスラ降りつつ、援軍先にちょっとだけね。わー、ロケバルの落下でストライカー潰せたし。おー、サッカーボール、サッカーボール、サッカーボール。でここキングのサイドカットが入って、クイーンを内側へ。ボマー9時から12時ロイちゃん。キングの役割としては非常にでかいわ、これは。時間作ってくれましたね。で、スーパードラゴン入れてたボマーでクイーン処理をやっていく。しっかり潰せました。ロケバル、対空砲入れてあげてもよかったかもね。まあ、ロイちゃん向かうのでいいでしょって判断かな。フリーズもまだ4発あります。この状況でタウンホールオーバーグルをかけて、なるほど。クイーンスーサイド、タウンホールまでかける形なんだね。フリーズすごいな。4点フリー、3点フリーズか。フリーズ打ち込んでいって能力解放、フィニッシュと。強。すごいね。やっぱりね、ファイヤーボールとかジャイアントアローとかサッカーボールとか、スパイクボールね、正式名称。そういったやつは、ハードモードだろうがダメージ量関係ないんでね。ノーマルモードと一緒で。そうなるとやっぱ相対的に結構強いっすね。変わらないっていうのが逆に強い。固定ダメージなので。それが結構強いね。いいと思うな、それ。12時向かったシングルライドラね。シングルに向かったライドルが。ドームかかってんのは素晴らしい。ここでフリーズかけていって、オーバーグローを奥へ。ライドラにもオーバーグローさせていく。うわ、いいね。いいチェインたくさん入っていく。オーバーグローね、かかってるところにもチェインは飛ぶんですけど、ダメージは入りません。めっちゃチェーン入ってんね、さっきから。いいクイーンクロック。ロイちゃんレイジかなり深めに打ちましたね、それ。能力発動。ポイズンは逆に浅めに打ったっていうね。中間地点ぐらいで打ってあげてよかったかな。ていうか、打たない方がよかったかな。一発目のポイズン、その位置は。これは傾向的な話なんだけど、大体どこでも言ってるんですけど、左右対称の配置って、左右対称に罠を置かれてることも結構想定されるので、手前にあったら奥に回るって考えるべきなんですよね。多分これをね、攻めてる時に、
そこまで多分考えられてないんだと思うな。僕は結構考えちゃうタイプなんで、逆にないとびっくりするんだよね。ないんだってなる。こっちないんだ、変なのってなるタイプなので、その感覚だよね、多分。感覚のズレ。高くドラゴンラッシュですね。特に変わった呪文は入ってない。ジャイアントローはインビジブルタワーかな。うん。エアスイオリの、エアスイじゃないね。ライクか、あそこは。1マスだから。1マスっていうか。2マスね。10日閉始は9時から。キングタウンホールか。入れていきます。オーバーグロックとかもね、結構ドラゴン合わせることも多いあれなんだけど、キングの方は、まあ、一応タウン区画付近までは進んでるんだけど、まあ、ダメージ量とかね、もろもろがね、まあ、調整されてるわけなので、どうでしょう、タウンホールフリーズかけていきます。でもキングだけでタウンホール落とせそうだね、全然。フェニックスもついてるしね、しっかり落としていきました。ハードモードとはいえ、これはキング頑張りましたね。頑張らせましたね。レイジかけた方向にはドラゴン進んではくれず、ロイちゃん能力プラスの、出ましたね。ガク得意のロケットスピア。いいタイミングだったんだけど、ちょっとクイーンが落ちちゃう。おー、ロイヤルチャンピオンへのロケットスピアもダメージ高かった。中心部はここ一気に投石にやられていく。フリーズ一応持ってはいるので、ロイちゃんの延命いいタイミングでって感じなんですけど、一度ここはフォックスで守ります。で、ターゲットがスパカゴに移ったので、ここは特にフリーズ打たなくて良くなりました。マルチに打つかテスラに打つかっていうところ考えてたと思うんですけど、スピリットフォックスが生きてるので、ここら辺いいっすね。で、HP の高い方ね、ここで時間を取られることがあるので、で、ここはフォックスが隠してくれるというところで、今のはマルチ IT フリーズ一択のシーンです。ナイス。対戦相手ルートライダーラッシュにドルイド入れた形。さあ、キング出してからスーパーバーバリアンたくさん出してジャンプ入れていきます。ウォールブレーカーまでクイーンを使っていく。なるほど。で、なるとそうだね、3時とか2時に出すのかなと思ったらそうきました。ここは、早めのガントレット使ってストライカーケアするとよかったのかなって感じなんですけど、強いね、これ。ストライカー強いね。援軍かかってないからね、これ、ポイズン。このポイズンは、まあ、やらかしポイントって感じで、もろに厳しいっすな、これ。キングがストライカーに。ストライカー偉すぎる。他の動画でも言ってるけど、やっぱキングを止める援軍最強はね、ストライカーで、アイゴレより止めてくれる可能性があると。おー、止まった。これクイーンもいないのか、これ。これハードモードしてるな。リカバリーハードモードだわ。はい。というわけで、皆さんご存知星1です。火力に負けたってやつですかね。12時キングクイーンが全く伸びなかったところと、そこにロイちゃん付け足してって感じだったんだけど、中心部まで伸びず。絶望的な事故でしたね。星371天才、マルチ投石天才です。対空砲と内側、ポイズンタワーまで打ち明けてるのか。これ、うまいね、強。からの、懐かしいランチャーだ。タスに5分ウォールブレーカー。ここで、そうですね、フリーズ使うことで、対地クロスのターゲット、止めていきます。
クイーン的には戻ってほしい気はするんだけど、どうでしょう。いやー、ストライカー打つタイミング、超ありがたいね。多分合流したかったんじゃないかなと思うね、これのやり方。キング戻ってくれるかな。ストライカーにもフリーズ打ってしっかりここクイーンで勝利をさせていきます。クロークいい判断だね。そうするとジャイアントがここは投石した潜れるかな。あ、ロイちゃんまで出した。これ。ロケットスピアだ。なるほど。この中心に残ったマルチ IT のケアにロケットスピアを採用してるって感じですかね。で、タウンホールはラバル。スーサイドで使うロケットスピアは結構強そうかなとは思ってたんだけど、まあ、ここまで伸びず、まあ、罠に弱いのは変わらずロイちゃんの特徴ですね。ヘイスト、ヘイスト。フリーズ系はもうないので、ここで押していきたい。ロイちゃんにポイズン。ストライカーがいないのね。裏から出していく。防衛助もだいぶ変なルートできたね。ナイス旋回。まあ、イノシシついた中国人ってウェイ君なのかな。この傾向はありきりだけど。さあ、ウォールブレーカー、キング、クイーン、ジャンプ、真ん中に入れてく。なるほど。ロイちゃん6時から。10日閉鎖型のラバルか。なるほど。3時ラバルパートスタートです。面白い。うん、ここもやっぱキング結構止まってるよね。スケルトンの呪文プラスのロイちゃんプラス10日弊社からバルキリー来てこっちにレイジを打っていく。ツーサイドも結構伸ばすような。なんかオーバーグローも打ってるし、なんかラバルっぽくないラバルだね。最近のラッシュ系の編成をラバルでやってるみたいな感じで、キングクイーンのツーサイドでしっかりダウンホールまで伸びていきました。クイーンクローク。ダウンホール落とし、ガーゴイル22体いますので、裏から外周。まあ、時間勝負いらないシーンなんで、ガーゴイルそんな今はいらないかなって感じだけど、どうだろう。レイジがあるけど、これは無理かな。まあ、オーバーグローかけたところが火力も高いんですけど、まあ、ラバルだとこうしてね、落ちちゃうんだよね。呪文もないといけないし。ラストアタック、クラウス、ロケバルだらけ。シンプルだね、編成だけは。ファイヤーボール。トキさんが作った配置に結構似てるな。その時もクラウスファイヤーボール採用してたんだけど、ロイちゃんにスピリットフォックスではなく、ここは、ポイズンリザードつけてますね。ロイちゃんとウォーデンのヒーローペット真逆だ。面白い。なるほど。能力解放イーグルまで。まあ、キングと当たるからっていうところもあると思います。キングと当たってリクスケ対策にポイズンリザード。ウォーデンにフォックスつけるのか。うん、大工残っちゃったので、ここで一気に真ん中ドカンと。ここはクランジャもしっかり落としていきました。ちょっと一発分でミスっちゃったので、大工残ったところ、リカバリーで入れて、あとはこここうして、回収を入れていきつつ、クエイクライトニングプラスのウッドランチャー。強いな。で、ここでライトニングクエイク入ってるので、タウンホールも落とせると。ツイン汚れ。強すぎだよ、これ。
まあ、さっきも言ったけど、やっぱ固定ダメージ強いね。圧倒的すぎるわ。ファイヤーボール強っ。超強いじゃん。はい、というわけでね、終わりまして、15対11、圧倒的すぎる。BO1 の一戦、BO2 のね、1戦目になったかなと思います。もう、こんなもん2戦目見なくても勝ちってわかるようなスコアになりましたね。ハードモードでも15点獲得と圧倒的展開だったかなと思います。まあ、次はね、逆転されなければ優勝というような Day2 かなと。Day2 とか BKM2 になるかなと思います。ここで終わりましょう。チャンネル登録、高評価、お願いします。また次の動画で。さよなら。